気になりますよね。この音を除けば価格の割に非常にいいリールです。巻き心地もスムーズです。ただルアーを回収するようなスピードで回すとうるさいです。機能として問題ないので気にしなければいいだけですが、原因を突き止めて直していきます。手持ちのスコーピオンと比べると結構差があります。スコーピオンからも似た音はしますが、タトゥーラより鈍い音だからか実調中は気になったことがありません。原因探しからですが、先に疑いたくなる部分はハンドル周りです。このタトゥーラはハンドル変更してますが、変更前も後も同じ音がしてますので原因ではないです。ノブのクリアランスとかも問題ありません。次に疑いたいのがローラークラッチになりますが、ここから少し本題に入ります。ドラグを緩めてスプールを押さえてハンドルを回すと音がなくなります。ドラグを締めてハンドルを回すとまた音が発生します。この状態だとローラークラッチしか動作してないのでギアなどの内部が疑わしくなるのですが、結果から言うと内部ではないです。ここで少し実験をします。内部からのイオン化確認したいので、スプールをフリーで回すためにスプールシャフトのピンを外して回してみます。音がなくなりました。ちなみにスプールを入れていない状態でハンドルを回すのはリールに良くないです。ピンを戻して回すとやっぱり音が出ました。本体内部でのイオンではありません。何が起きているかというと、スプールシャフトのピンの有無で音が出ているので、ピンとピニオンギアの接触音です。実際に寸法を確認してみます。音の出ている部分はここです。そんなにクリアランスが大きい感じはしないんですけどね。ピニオンギアの溝の幅は約 2mm で、その対角の溝は 1.63mm でした。それに対してシャフトのピンが 1.45mm です。
したがってクリアランスは一番小さいところで 0.17mm、広いところで 0.55mm ありました。せっかくなのでスコーピオンも見てみます。ピニオンギアの溝の幅は 1.58mm でした。対角側もほぼ一緒です。スプールシャフトピンは片側が 1.48mm で反対側が 1.02mm です。そもそも台輪とシマノで考え方が違いますね。ピニオンギアの幅が対角で違う台輪に対してピンの幅をシマノは変えてます。クリアランスは最小側で 0.1mm、最大側で 0.46mm です。やはりこちらの方がクリアランスは若干少ないです。摩耗で広がることもあるので、シマノでも長く使えば同じことが起こる可能性はあります。そこで対策としてはシリコングリスです。シリコングリスを利用している理由は粘度の高さです。他のグリスでも音は低減されますが、できるだけ硬めの方が音は小さくなります。このシリコングリスの強度は3号です。とりあえずグリスを接触するピンの部分に塗ります。ピンにチューブをかぶせて太くする方法も考えられますが、クラッチが切れにくくなる可能性があるのと、チューブが削れて内部に入ると面倒なのでグリスでの対策がいいかと思います。摩耗によりクリアランスが広くなって異音が出ているなら、ピンやピニオンギアを新ピンに変えるのが恒久的な対策になります。かなり音が低減されました。動画では分かりにくいですが、グリス塗る前の音と比べて全然違います。ガチャガチャした感じがなくなりました。実調時ではまず気にならないレベルです。今まで手にもカチャカチャした感じが伝わってましたが、それもなくなってます。さらにピニオンギアの干渉する部分にも塗っておきます。グリスを塗る前の音と比べてみます。全然違いますね。動画の音量とかは一切変えてないです。クラッチもスムーズに切れますし、普通に戻ります。改めてスコーピオンと比べると、スコーピオンの方が気になるようになってしまいました。音が気になるなら、基本的にどのリールにも塗った方がいいかもしれません。あまりにひどい場合だと、ピニオンギアかスプールシャフトピンを交換にはなってしまいます。シリコングリスは少し高いのがネックですが、音の発生源が同じ場合は効果が高いので、気になっている方はぜひお試しください。